優しい日本語ニュースをお話しします。1月13日の夜、宮崎県で大きな地震がありました。この地震は日向灘を震源とするもので、宮崎県では震度5弱の強い揺れがありました。また、宮崎県と高知県には20センチの津波が観測されました。震度5弱を記録した場所は、宮崎市や高鍋町、新富町などです。震度4の揺れは、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県など広い地域で観測されました。この地震の大きさ、マグニチュードは 6.6。ゆっくりとした長い揺れ、長周期地震動も宮崎県や熊本県で観測され、高いビルは大きく揺れました。気象庁は津波注意報を13日午後11時50分に解除しました。これからも海の水位が少し変わる可能性があるので、海に近づかないよう注意が必要です。専門家は、この地震が南海トラフ地震と関係があるかどうか調べました。その結果、大きな地震が起こる可能性は特に高まっていないとのことです。しかし、南海トラフではいつ大きな地震が起きてもおかしくないため、日頃から準備をしておくことが大切です。この地震の後も小さい揺れが続いています。気象庁は今後1週間は震度5弱の地震が起きる可能性があると話しています。家具が倒れないように固定したり、避難ルートを確認しておくことが大切です。また、特に夜は安全な場所で過ごすようにしてください。日向灘では、これまでも大きな地震が何度も起きています。去年8月にはマグニチュード 7.1 の地震があり、宮崎県で震度6弱を観測しました。さらに、1662年には大きな津波を伴うマグニチュード8クラスの地震も記録されています。今回の地震は大きな被害をもたらすものではありませんでしたが、いつ大きな地震が起きてもおかしくありません。非常食を準備する、家具を固定するなど、地震への備えを進めていきましょう。1月5日までの1週間に、全国の病院から報告されたインフルエンザの患者の数が大幅に減りました。一つの病院あたりの平均患者数は 33.82 人で、前の週の 64.39 人から大きく減りました。専門家によると、この減少は年末年始の休みの間に病院が閉まっていたため、診察を受ける人が少なかったことが原因と考えられます。ただし、流行はまだ続いているため、手洗いやマスクの着用などの感染対策を続ける必要があります。都道府県別に見ると、岐阜県が 70.67 人と最も多く、次に茨城県、愛知県、大分県、滋賀県と続いています。
全国で30の道府県が警報レベルとされる基準を超えており、まだ多くの患者がいます。全国でインフルエンザによる入院患者の数は5281人で、前の週より300人も増えました。特に70代と80歳以上の高齢者が多く、体が弱っている人が多いようです。高崎市の病院では、インフルエンザの患者が増えたため、病床がいっぱいになり、救急患者を受け入れられない場合もありました。また、岡山県の病院では、年末年始の間にインフルエンザで入院した患者の数が過去最多となりました。年末年始に家族と一緒に過ごす時間が増えたことで、感染が広がりやすくなっています。特に高齢者が高熱で食事が取れなくなったり、肺炎を併発するケースが多いようです。また、子供がインフルエンザ脳症で入院したケースも報告されています。年末年始が終わり、学校や職場が再開されたことで、感染がさらに広がる可能性があります。手洗いやマスクの着用、部屋の換気など、基本的な感染対策を徹底しましょう。また、症状が重い場合は、すぐに病院で診てもらいましょう。政府は感染防止のために、電話やアプリを使った相談体制を強化すると発表しました。また、治療薬の供給は今のところ問題ないとし、過剰な発注を控えるよう呼びかけています。感染を防ぐために手洗いや換気を忘れずに行いましょう。病気にならないためにできることを続けることが大切です。千葉県浦安市では東京ディズニーシーで20歳の集いが開かれました。今年20歳になる約2000人が招待されました。式典ではミッキーマウスなど有名なキャラクターが登場し、参加者を笑顔で迎えました。キャラクターとハイタッチをしたり、一緒に写真を撮ったりするシーンもありました。参加した大学生は、ここで成人式ができて嬉しい。夢を叶えるために頑張りたいと話していました。石川県輪島市では、地震の影響で延期されていた成人式が1年遅れて行われました。障害者施設で開かれたこの式では、職員や仲間から祝福の言葉や花束が贈られました。参加者の山口翔さんは、みんなと一緒に頑張りたいと決意を述べました。式では地元の歌も披露され、温かい雰囲気の中で行われました。京都府長岡京市では、特別支援学校を卒業した若者たちを祝う会が開かれました。華やかな着物やスーツを着た参加者が集まり、久しぶりに会う仲間と楽しい時間を過ごしました。式が終わる頃には、保護者が作った花道を通って会場を後にしました。参加者の一人は、
これからも努力を続けたいと話していました。大阪市では高さ300メートルのあべのハルカスで特別なイベントが開かれました。参加者は60階の展望台までの階段を1時間かけて登りました。大人の階段を登るというテーマのこのイベントでは、たすきに目標を書いて階段に挑戦しました。ゴールにたどり着いた参加者は、思いやりを大切にしたいと語っていました。神戸市では、震災からの復興を願って作られた歌、幸せ運べるようにを全員で歌いました。式典に出席した若者たちは、子供の頃から歌い続けてきたこの歌をみんなで合唱しました。参加した大学生は、この歌には特別な思いがあると話しました。広島市では、若者たちが平和への願いを誓いました。折り鶴を作るコーナーもあり、平和への思いを込めて、一つ一つ丁寧に作られていました。参加者の一人は、日本から世界に平和のメッセージを伝えたいと話しました。成人の日は、新しい大人たちが未来への希望を語る特別な日です。全国で開かれたこれらのイベントは、それぞれの地域の特徴を生かしながら、新しい大人たちを祝福しました。参加者たちは、それぞれの場所で、これからの目標や決意を胸に、新たな一歩を踏み出しました。最後まで見てくれてありがとうございました。来週もぜひ見てくださいね。1月13日の夜、宮崎県で大きな地震がありました。この地震は日向灘を震源とするもので、宮崎県では震度5弱の強い揺れがありました。また、宮崎県と高知県には20センチの津波が観測されました。震度5弱を記録した場所は、宮崎市や高鍋町、新富町などです。震度4の揺れは、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県など広い地域で観測されました。この地震の大きさ、マグニチュードは 6.6。ゆっくりとした長い揺れ、長周期地震動も宮崎県や熊本県で観測され、高いビルは大きく揺れました。気象庁は津波注意報を13日午後11時50分に解除しました。これからも海の水位が少し変わる可能性があるので、海に近づかないよう注意が必要です。専門家は、この地震が南海トラフ地震と関係があるかどうか調べました。その結果、大きな地震が起こる可能性は特に高まっていないとのことです。しかし、南海トラフではいつ大きな地震が起きてもおかしくないため、日頃から準備をしておくことが大切です。この地震の後も小さい揺れが続いています。気象庁は今後1週間は震度5弱の地震が起きる可能性があると話しています。家具が倒れないように固定したり、
避難ルートを確認しておくことが大切です。また、特に夜は安全な場所で過ごすようにしてください。日向灘では、これまでも大きな地震が何度も起きています。去年8月にはマグニチュード 7.1 の地震があり、宮崎県で震度6弱を観測しました。さらに、1662年には大きな津波を伴うマグニチュード8クラスの地震も記録されています。今回の地震は大きな被害をもたらすものではありませんでしたが、いつ大きな地震が起きてもおかしくありません。非常食を準備する、家具を固定するなど、地震への備えを進めていきましょう。1月5日までの1週間に、全国の病院から報告されたインフルエンザの患者の数が大幅に減りました。一つの病院あたりの平均患者数は 33.82 人で、前の週の 64.39 人から大きく減りました。専門家によると、この減少は年末年始の休みの間に病院が閉まっていたため、診察を受ける人が少なかったことが原因と考えられます。ただし、流行はまだ続いているため、手洗いやマスクの着用などの感染対策を続ける必要があります。都道府県別に見ると、岐阜県が 70.67 人と最も多く、次に茨城県、愛知県、大分県、滋賀県と続いています。全国で30の道府県が警報レベルとされる基準を超えており、まだ多くの患者がいます。全国でインフルエンザによる入院患者の数は5281人で、前の週より300人も増えました。特に70代と80歳以上の高齢者が多く、体が弱っている人が多いようです。高崎市の病院では、インフルエンザの患者が増えたため、病床がいっぱいになり、救急患者を受け入れられない場合もありました。また、岡山県の病院では、年末年始の間にインフルエンザで入院した患者の数が過去最多となりました。年末年始に家族と一緒に過ごす時間が増えたことで、感染が広がりやすくなっています。特に高齢者が高熱で食事が取れなくなったり、肺炎を併発するケースが多いようです。また、子供がインフルエンザ脳症で入院したケースも報告されています。年末年始が終わり、学校や職場が再開されたことで、感染がさらに広がる可能性があります。手洗いやマスクの着用、部屋の換気など、基本的な感染対策を徹底しましょう。また、症状が重い場合は、すぐに病院で診てもらいましょう。政府は感染防止のために、電話やアプリを使った相談体制を強化すると発表しました。また、治療薬の供給は今のところ問題ないとし、過剰な発注を控えるよう呼びかけています。感染を防ぐために手洗いや換気を忘れずに行いましょう。病気にならないためにできることを続けることが大切です。千葉県浦安市では東京ディズニーシーで20歳の集いが開かれました。今年20歳になる約2000人が招待されました。
式典ではミッキーマウスなど有名なキャラクターが登場し、参加者を笑顔で迎えました。キャラクターとハイタッチをしたり、一緒に写真を撮ったりするシーンもありました。参加した大学生は、ここで成人式ができて嬉しい。夢を叶えるために頑張りたいと話していました。石川県輪島市では、地震の影響で延期されていた成人式が1年遅れて行われました。障害者施設で開かれたこの式では、職員や仲間から祝福の言葉や花束が贈られました。参加者の山口翔さんは、みんなと一緒に頑張りたいと決意を述べました。式では、地元の歌も披露され、温かい雰囲気の中で行われました。京都府長岡京市では、特別支援学校を卒業した若者たちを祝う会が開かれました。華やかな着物やスーツを着た参加者が集まり、久しぶりに会う仲間と楽しい時間を過ごしました。式が終わる頃には、保護者が作った花道を通って会場を後にしました。参加者の一人は、これからも努力を続けたいと話していました。大阪市では、高さ300メートルのあべのハルカスで特別なイベントが開かれました。参加者は60階の展望台までの階段を1時間かけて登りました。大人の階段を登るというテーマのこのイベントでは、たすきに目標を書いて階段に挑戦しました。ゴールにたどり着いた参加者は、思いやりを大切にしたいと語っていました。神戸市では、震災からの復興を願って作られた歌、幸せ運べるようにを全員で歌いました。式典に出席した若者たちは、子供の頃から歌い続けてきたこの歌をみんなで合唱しました。参加した大学生は、この歌には特別な思いがあると話しました。広島市では若者たちが平和への願いを誓いました。折り鶴を作るコーナーもあり、平和への思いを込めて、一つ一つ丁寧に作られていました。参加者の一人は、日本から世界に平和のメッセージを伝えたいと話しました。成人の日は、新しい大人たちが未来への希望を語る特別な日です。全国で開かれたこれらのイベントは、それぞれの地域の特徴を生かしながら、新しい大人たちを祝福しました。参加者たちは、それぞれの場所で、これからの目標や決意を胸に、新たな一歩を踏み出しました。